こんにちは、イニシエのネイリスト中山千恵子です。今回はようやくサロンワーク動画作りました。最近ショート動画ばっかりにちょっと逃げておりましたが、サロンワーク動画長いやつようやく編集しましたので、今から声を入れて完成したらアップしていこうと思います。今回はリペアで行ったかな、オフしたかな、ちょっと待ってね。はい、動画確認してきました。リペアでした。今回はリペアしていきます。まず先端は伸びた分を削っていって表面を削っていきます。オフだとね、もう結構適当にというか摩擦熱をね感じさせないようにガツガツ表面削っていくんですけど、リペアなのでなるべく表面を均一にデコボコにはならないように削っていきます。こちら前回のネイルは指によってデザインが違います。こちらの小指にはニュアンスネイルのようなちょっともやもやっとした柄の中に海っぽいデザインの柄だったので、中にシェルを入れています。なのでジェルの部分はソフトジェルなので柔らかいのですが、ここのねシェルのところだけちょっと硬いのでビットがねガタッと持っていかれないように少し気をつけながら削っていきます。最初の1本目以外は早送りでいきたいと思います。こちらの薬指は貝殻のデザインなんですけれども、貝殻のぷっくりしたところもジェルで作っているので、そこはガツガツ削っていってしまいますが、根元のところにはメタルパーツが乗っているので、そこの部分だけビッと当たらないようにね避けています。メタルパーツはそうですね、ジェルネイルの部分よりも、あとねホログラムとかもそうなんですけど、熱が伝わりやすいので、表面は軽くジェル削る程度に、なるべくメタルの上はねそんなに削らないようにしています。結構ね他の部分より削るとお客様に熱伝わりやすい部分です。で、ある程度周りを削ったらアクリルニッパーでパーツを取っていきます。で、今回ねちょっとパーツがいまいち取れづらい部分があったので、これはパーツ取る用のニッパーです。普通の甘皮カットするニッパーと一緒にしちゃうと刃がダメになるので、パーツ用のニッパー実は用意してます。で、パーツを取ったら残りの部分ももう一度ビットを使って表面を削っていきます。で、今回はリペアなので、この後ファイルでもう少し表面を整えていきます。ジェルオフの場合はここでジェルリムーバーとコットンとアルミを使って巻いて溶かしていきます。で、先端はいつも丸くするお客様なので、今回もオーバルで整えていきます。まずしっかりサイドを削ったら先端を丸く整えていきます。まず左側を丸く整えたら、今度は右から左を見ながら形を合わせるように削って、もう一回左から少し修正をしていきます。で、爪の裏にちょっとねバリが残っていたので、スポンジファイルを使ってバリを取っていきます。リペアなので今度は表面も削っていきます。地爪の部分と前回のジェルの境目の部分は段差ができないようにファイルで丁寧に削っていきますが、この時地爪側は削らないように結構ね要注意しながら削っています。で、結構ここで段差が残ってしまっていると、ベースジェルとかカラージェル塗っていくときに根元がへこんでたりとかガタッとしてしまうので、スムーズになるようにここは結構丁寧に削っていっています。他の指はまた早送りをしていきます。この YouTube に使っている BGM は YouTube のYouTube スタジオっていうね動画を作るところから、版権フリーの YouTube に使っていいよっていう音楽から BGM をね選んでいるんですけど、最近またずっと同じ音楽使ってるので、そろそろまたちょっと可愛らしい音楽ないか探さないとなと思いながら、また今回もいつも通りの曲を使っておりますが、またそろそろ YouTube スタジオで可愛い曲探したいと思います。はい、そしたら甘皮を押し上げていきます。甘皮もいつもと一緒ですね。こちらはグリーンポイントというビットを使ってサイドから入ってコーナー甘皮周り反対側のコーナーサイドという風に甘皮を押し上げていきます。
この時ね、筆圧をかけすぎてしまうと、圧をね、かけすぎてしまうと地爪を掘ってしまうので、この圧のかけ方とかね、ビットの角度、要注意でかけています。このね、中指は、右手特にね、コーナーのところ、硬い方が多いので、痛くない方は上げちゃいますし、痛い方はね、ジェルネイル塗るときに邪魔にならない程度に上げていっています。それでは甘皮を整えていきます。なんか最近なんですかね、甘皮がっつり伸びるお客様が昔より減っているような気がするのですが、これは長く来てくれてるお客様が多いので、甘皮が伸びづらくなってくるのか、ずっとねケアして短くするからなっているのか、私もお客様もねどんどん年齢が上がっていくのでそういう年齢的な意味で伸びづらくなっているのか、何ですかね。そんな感じでちょっとすいません、気づいたらドライケアというかプレパレーションが終わっていたので、地爪の見えている部分にプレプライマーを塗ったら、ベースジェルは根元から先端まで塗っていきます。でこの時に先ほどねリペアなので、前回のジェルネイルをファイルで削った時に段差が残っているとね結構デコボコ目立っちゃうんですけれども、結構塗ってもそんな気にならない程度にはしっかりなだらかになるように削り込んでいます。でベースジェルを固めたら、今回はですねお客様アンティークなバラ柄のオーダーをいただいております。でベースは今回はね2色です。今塗っているのはちょっとシアーっぽいグレーっぽい、でもちょっとベージュ味帯びているカラーを塗っていきます。こちらのカラーを塗っている指には後でバラ柄を描いていきます。でまず一度塗り目交換して、今回は一度塗りのこちらのシアー感でいきたいと思います。で表面にはこちらノンワイプトップジェル塗っています。今回はペイントアートの前に上になんとオーロラパウダーかけていきます。最近ねマグネットも人気継続中ですが、オーロラパウダーも結構私のお客様には人気が継続中でして、今回作るアンティークなバラ柄にもこのオーロラパウダーとっても合いました。可愛かったです。でまずはこのオーロラパウダーを閉じ込めるためにトップジェル一度塗っていきます。オーロラパウダーはねトップジェル上から塗ると少しクリア感が増します。パウダーだけの時はねちょっと白っぽく一回なります。そしたらバラ柄を描いていきたいと思います。これはアート用のジェルをパレットに出して描いていっております。で最初ね意外とこの反対向きでもいけるかなと思って、一色のバラとかだとねこっち向きのまま描く時もあるんですけど、茎とこの葉っぱの時は全然いい感じだったんですけど、ちょっとねこの後お花の部分描いていきたいと思います。グリーンのところだけ仮効果で固めちゃいました。それではお花描いていきます。でなんかこの赤だけの時は大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっとね内側の色入れていったらなかなかバラっぽく仕上がらなかったので、一度仮効果して固めてからちゃんとひっくり返して見ながらバラを描いていきました。いけそう、なんか前いけたような気がするんですけど、いけなかったですね。すいませんでした。しかも一回赤入れて赤固めちゃったんで、なんかうまくグラデーションがちょっとできなかったので、少し時間がかかってしまいました。でもこっちの向きのまま行くと早いですね。サクッとこちらの指は描き終わりました。で、1本だけ一輪のバラで、他はバラ柄のような感じでいくつかお花と葉っぱを散らしていきます。
やっぱこっち向きから最初から描けば最初も良かったですね。早かったな。親指にもバラ柄を描いていきます。なんかこういうバラとか小花柄を散らしたデザインね、最近よく出ます。これも Y2K 効果なのかな。本当に私がネイル始めた当時、こういうデザインやっぱね、人気だったんですよ。最近そういうのが本当にストーン散らしたりとか多いので、私はやっぱ好きデザインなのでやっててね、とっても楽しいし、この感じやっぱいいよねっていうちょっとね懐かしい感じになるんですけど、多分オーダーねしてきてくださる皆様は懐かしいというよりは可愛いっていうね、新しく見た多分イメージでオーダーしてくださると思うんですけど、時代ってファッションと一緒でね巡ってきますね。残りの2本にはボルドー塗っていきます。こちらのお色もお客様が選んでくれました。ボルドーだけどあんまり濃すぎず、だからといって真っ赤というね感じでもなく、赤とボルドーのちょっと間ぐらいですかね。私の手に塗ってあるのがちょうど赤という感じなので、それよりはちょっと暗めですが、暗すぎずというお色を選んでくださいました。こちらは2度塗りをしていきます。で、この上にもデザインを入れていくんですが、先にトップジェル一度間に塗っていっちゃいます。これはなんでかと言いますと、ですね、さらにこの上にはノンワイプトップジェルも塗っていくんですけど、こちらの指とバラ柄の指にもね、この後付け足すんですけど、こちらですね、このデザインの上だけミラーでコーティングする、これはなんか名前ついてるんですかね、この技法ってなんだろう、ミラーアートとかでいいのかな。作っていきます。アンティークなデザインのオーダーなので、なんていうのかな、アンティークっぽいネイルのデザインによくある、ちょっとひょろひょろくるんとした額とか枠とかにありそうなデザインを描いていっています。これは硬化するとノンワイプになるぷっくりするジェルなので、あんまりね厚く塗りすぎると結構効果厚いので、流れたりするような、滲んだりとかねするようなジェルではないんですけど、必ず仮硬化をして少し硬化熱を逃がしてから最後お客様に大きいライトにいつも入れていってもらっています。で、バラ柄のところもですね、下にバラ書いてあるので、ちょっと上から線引いちゃってミラー重ねちゃうのもったいないなという感じもねするかとは思われるんですけれども、だからといってバラのところだけを避けてゴールドが入っているとちょっとデザイン的になんかバランスが私的にはちょっとっていう感じなので、バラの上にも重なったり重ならなかったりするような感じで線を描いていっています。一本一本仮硬化はしていますが、最後には5本とも大きいライトに入れて完全硬化をしたら、表面にミラーパウダーをこすっていきます。で、細かいデザインの部分こするときはシリコンスティック使ってぷっくりしてる部分だけを細かくこすっていく時の方が多々あるんですけど、今回はアンティークっぽいデザインというオーダーで、イメージもねお伝えしていただいてるんですけれども、アンティークっぽいデザインの時はこの線の上プラスちょっと下の部分にもところどころミラー散りばめくっついてると、散りばめられている、なんかねところどころくっついているの私結構好きなので、今回は結構大雑把にこすっています。最後はトップジェルでコーティングをしていきますじゃなかった。これは
ビジュジェルを使ってボルドーの指にだけストーンとパーツつけていきます。これもね、パーツがずれないように手元のハンディライトでカリー効果をしながらパーツを置いていきます。これでこの後またトップジェルじゃなかった。これはクレイジェルで表面をちょっとデコボコ作っています。ちょっとね、光加減のニュアンス作り程度な感じでございます。で、そしたらようやくここで今先ほど間違えてましたが、ここでようやくトップジェルを塗っていきます。で、結構ね、しっかりめにパーツ埋めて大丈夫なお客様なので、今回はしっかりとストーンもこの先端のミラーのデコボコも埋めていきます。ミラーのデコボコぐらいだと表面つるんとするぐらい埋めてしまいますが、さすがにね、ちょっとこのストーンはつるんと埋めてしまうほど塗ってしまうとかなりぷっくりしてしまうので、ストーンのところはさすがにちょっとだけデコボコしてしまいますが、ただね、段差とか境目のところは結構埋めてね、つるんとさせています。で、他の指も表面トップジェルでコーティングをしたらね、ようやく完成となります。で、今回のこちらサロンワーク動画、最初から最後まで初めてかな、多分喋ってみました。で、結構ね、ライブの時、YouTube ライブの時はずっとね、コメント読みながら喋ってるんですけど、サロンワーク動画は要所要所しか私喋んないので、ちょっと喋ってみようかなと思いまして、初めて喋ってみたのですが、どうでしたでしょうか？サロンワーク動画だとでも集中して静かな感じで見た方がいいですかね。どっちがいいのかわかんないんですけど、いつもはあまり喋んないので、今回は喋ってみましたが、いかがでしたでしょうか？どうですかね。そして今回のネイル、ようやくこちらで完成となりました。片手トータル70分ぐらいだったので、両手で140分なので2時間ちょっと、お客様ご来店して帰ること考えたら2時間半はかからないかなというところでございます。こんな感じで完成です。じゃじゃん。今回は最初から最後まで喋ってみましたが、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。それではまたね。